燃えるルミ子の青いトラクター、私の目に留まったお酒と酒蔵は必ずメジャーになります。カリスマ日本酒バイヤー中野恵里です。今日私は三重県伊賀市田江の花醸造元森木酒造場さんの自営田にお邪魔してます。後ろで白柿をしているのが森木酒造場の森木ルミ子さんです。今日はルミ子さん青いトラクターに乗って絶賛白柿中です。女性酒造家のパイオニアですもんね。年食ってるからね。無農薬ならではですよね、これだと思いますけどね。強いお米を作ってそこから強い酒になるだろうっていう。はい、ルミさん、今日は白柿そうです。ね。はいはい。お疲れ様でした。どうもです。だから白柿って、田起こしした田んぼにお水入れたら、はいはいはい。あとなんかまた土を細かく砕いて、そうそうそう、平坦にしてね。かき回して鳴らして、ちょっと滑らかにするみたいな、そういうイメージなのですが、作業、はい、あれをすることによって、田んぼはどうなるんですか？ああ、今日やったのは白柿2回目なんです。で普通そんな白柿2回目3回目やらないんですけど、うちの場合は除草剤を使わないので、今回は除草目的の、白柿みたいな感じです。はい。田植えされるわけじゃないですか。はい、田植えが終わった後っていうのは、ああいうちょっと困るなっていう植物っていうのは全然生えてこない。いえいえ、やっぱり来る。もうそれははい。で今日の田んぼは一番その小さい田んぼなんですけど、とってもね厄介な田んぼで、田んぼってああやって見るとすごく平たく見えますでしょ。見えます。はい。あれで結構高低差あるんです。でもう一つ言うと、土の質もあんな小さい田んぼなのにすごく違うんです、場所によって。粘土質のところがあれば砂地のところがあって、で砂地のところは本当にもうほっといたらすぐに水がこう染み込んで枯れてしまってたりとか、なんでこう田植えしました。その後、水をなかなかあそこはキープできないので、なるべくこう入れてはいるんですけど、でもこう表面に出てきたりとか、そういうところはもうすぐこうその中にいる雑草の種が光合成でガンガンこう生えてくるので、とりあえずその稲植えるまでのところで生えかけてるやつを何度か退治をしておいて、で稲を植えたところでその稲の苗が養分を吸っていけるように、その雑草が生えてくる前にですねっていうふうにそれを目論んでやってはいるんですけどね。なんかさっき田んぼ行ったら、もういろんな生き物が田んぼにいて、わかりました。だからやっぱり無農薬やからもうこの子もこの子もあの子もここでぴょこぴょこしてんねんなって思ってたんですけど、はいはいはい、だと思いますわ。今日はオタマジャクシすっごいいたし、で別の田んぼがあるんですけど、そこは割とね水が入ってくる、上流というのか、本当にこう水が流れてきて受け口のところがあるので、スジエビとかいるんですよ。タニシが多いな、あっちは。無農薬ならではですよね、これって。だと思いますけどね。初めのうちは本当にもう雑草、毎日雑草取りでもう本当にストレスで、なんか胃潰瘍になりかけたこともあって、なんでこのしんどさはと思ったら、もう胃潰瘍ですよほとんどみたいに言われたんですけど、こともあったんですけど、でなんか戦うというよりは、稲が共存することによって自分も生きなきゃって思っ
力を持たなきゃって思うんちゃうかなと思ったんです。その稲の感覚というか稲の言葉としちゃう。だってほら周り見るともうお膳立てされたところにもう稲がもう何にも考えなくてもぼーっと生きてぼーっとその当たり前にその稲だけがすくすく育つっていうのがすごく違和感が出てきて、じゃあもともとはやっぱりそこにいる植物たちがいてそこに植えさせてもうてんねんから、でそれを駆逐するというのは無理やと思うし、で稲も自分で育たなきゃっていうか自力でなんとかその住んだからには生きていかなきゃいけないから、でも自分でもなんとかしようと思うと思うんです。っていうかそれがまあお米の強さになっていくんじゃないのかと思って、そうやって強いお米を作ってそこから強い酒になるだろうっていう逆から来てるんですよ。根の強い酒を作りたい。じゃあその強い当然その麹とか酒母の強いのを作りたい。でもそれ以前にお米も強くないとダメなんじゃないのかなっていうのから発想からその無農薬になったんです。決してそのオーガニック言いたいとか無農薬を主張したいんじゃなくて、で逆算していってそこにたどり着いたと。明治26年創業の森木酒造場さん、今から中を拝見していきたいと思いますが、ご案内くださるのが倉本さんの森木秀樹所長です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。森木酒造の森木秀樹でございます。どうぞよろしくお願いします。ではお願いします。ではじゃあ社長についていきます。こちらが窯ですね。はい。この上に古式って言ってちょっと今別のところにありますけど、でかいせいろみたいなものの上に、米を入れて蒸すということですね。そのための窯でございます。この下にあそこに今赤いものが見えてますけど、あれがバーナーでございます。バーナーがこのタンクの下の方に据えて、あそこから直接火をこの窯に当ててここで水を入れて沸騰させるということでございます。なんでバーナーを使ってるっていう理由はですね、蒸気が締まるということで、その米の蒸しがすごく良くなるということで、わざわざ、うちはまだバーナーを使っているということでございましてですね、多分ほとんどのお蔵様はボイラーを使っておられます。それにしてももう全部ですね、米作りから酒造りまで、で出来上がった商品っていうのはもうプロモーションであちこち行かれて、ご自身で売ってっていうところ、もうなんか私前ちょうど来た時ね、何年前、6年ぐらい前に冬のお酒造り真っ只中の時に来て、もうちょうどなんか今日船のんねんみたいな日にね来たんですけど、もうルミ子さんがここにおったと思ったら、こっちから出てきて、ここってなんかしてたと思ったら向こうにおってって、もう蔵の中を駆け巡るみたいに働き回ってて、仕事のペースも早いし、なんかずっとなんか仕事してるしっていうイメージ。休んでるとこ見たことない。落ち着く貧乏症なんですかね。落ち着かへんやろね。うちのお父さんに言わせると、おかんは気短いからじっとなんかしてるってことができへんっていうか、待つことができないっていうか、そういうのもあるかも。でも何かしてた方が楽ってこと？楽っていうか気持ちが。マグロみたいなもんですかね。止まれない。2階に上がらせてもらいました。ですね、こちらですね、松尾大社さんですね。京都の四条通りの、西のどんつき、桂川渡って西のどんつきにある、
古い神社さんですけど、まあ、お魚の神様でもございまして、それを祀らせていただいているということでございます。これがうちの場合は元をですね、木本と山灰と即成元3種類の元をやっております。はい、これは木本の元すり用の、半切りと貝でございます。でこの3本ありますけど、まあ、3人がかりで最初水と麹と蒸し米ですね、それを入れて、冬場の寒い時にですね、まあ、3回ぐらい、間隔を空けてあれでするわけですけども、そういうことをまあ年に2回ぐらいやっております。3人1組で元すりを普段はされるんですよね。今日社長1人しかいないですけど、一回ちょっとどんな感じかやってみてもらっていいですか？まあこれは3人いると仮定してですね、まあここにその水と麹と蒸し米が混ざってるやつを、まあ、こんな感じでするわけですね。こういう感じですっていくと。でそれを何回か50回とかやって、また今度はこっちの方をこういう感じですね。でそれを何回か繰り返すっていう感じで、またこっちやるっていう感じですね。はい。一升瓶にこうやって蓋を乗せて、そしてそうくぐる感じで、そうここに入れて、であれ結構こんな感じでなんです。だからまあ大体素晴らしい。大体こういう閉まってるということですね。言うたらもうほんまに女性酒造家のパイオニアですもんね。年食ってるからね。いやもうそういう、それは長いことやってはったらね、みんな年もいきますわ。長いことやったもんやなと思いました。一番最初お酒造りって何年からですか？酒作ったっていう一番最初の年。28の時だから平成元年。その時はまあおやさんもいてて、でそのヘルプというか、まあ見習いみたいなもんですよね。まあ当時見習いどこやのって蔵人見習いぐらいの感じで入ったのがまあ平成元年から、まあね、それまでにもまあちょこまかね、こううちなんてこう台所開けると蔵なので、もうね生まれ育った場所がね酒蔵ですもんね。なんでまあ物理的にも大変やったけど、でもまあこっちの興味もとってもあったので、でまあ両方がこうだから大変やけどしんどいけど、まあなんかワクワクみたいな感じの純な時もあったんです。で平成 9BY8BY まで、杜氏さんがいてくれてて、一回ね平成 4BY か平成5年の作り一期誰もいないっていう時もあったんですけど、一人まあ私とお父さんとだけっていうところから始まって、でまだそれこそもう見よう見まねまでいかないぐらいの時があったんですけど、でその時に埼玉の新亀さんとかにものすごくお世話になりの、でいろんな人の手を煩わせてというかいろんな人に助けてもらって、でその1年乗り切ったっていう時があったんですよ。でその当時はいい腕のいい杜氏さんは本当に大きないいオクラにも引き抜かれていって、でなかなかその杜氏さんを探すのも大変やった時期で、でたまたま田島の杜氏さんが来てくれて、でうちみたいなもう本当に手作業の塊しかね、まあ、機械らしい機械ないしエアシューターもなければ、で麹ももうその時も箱と蓋とやったかな。で船も木やしね、木船のあれやし、まあそれから募集した時にそのみすみすやらい目するのが分かってるみたいな感じやったから、当然そのアクセスしてくれる人もいやへんかったし、でいっぺん言うててくれたけど人が一人
丹波の人やったかな、いてはったけど、いやまあこういう状況で作ってるけど、まあ労力はこちらが提供しますからみたいなこと言うても、いやもうその状況、その環境ではみたいな感じでお断りを言われて、でもまあほんでも面白いしやっていきましょうっていう田島のおやさんが4期来てくれて、苦境を乗り切りながらっていうか言い方も変ですけどもね、でなんかまあ降ってくる試練を受けても嫌なしゃあないなみたいな感じでやってきたかなみたいな感じです。ルミ子さんやっぱりまあ女子酒造家のパイオニアで、まあ、いろんなね、もうこの30数年でいろんなこうお仕事をご自身がされて、それから広げられて、女性の酒造家っていうところがこんなことをやれる、こうやってやっていこうっていう道もつけてって、まさにもうパイオニアであり、なんかもうねレジェンドルミ子ですよね。いやいやいやここまで来たら、いやいやいや言うて私ら結局しんどい時に助けてもらったんで、その新亀さんとかに「これをどうやって恩返ししたらいいですか?」ってマジで聞いたことがあったんですけども、こっから先当然酒蔵も今ほら経済的に体力が落ちてきてる、で酒蔵も減ってきてる。まあ今ね輸出とかにまあちょっと注力してるところも多いですけど、でも今ほらコロナで飲食店さんもこんなに叩かれて、で酒飲むな状態ですもん。家でもホームパーティーもするなみたいな感じですからね、もう酒全部が悪いみたいな状況になってますけど、えらい目することを分かっていながらこの世界になんとかこう泳いでいかなきゃいけないとか、やっていかなきゃいけないっていう、そういう若い子たちが若い世代になればなるほど、まあ、この業界も大変になっていくから、その時にその新亀さんがやってくれたみたいに作りを教えてくれたりとか、それからもう売り先まで世話してくれはったりしましたんでね。その当時ですね、新亀さんたちが私たちに新亀さんが私たちにやってくれたようなことを次の世代の偉い目してる人たちに伝えていってくれというか、その下の世代にやってくれ、それが俺に対するまあ恩返しみたいなもんやからって、私はそれを肝に銘じて女性サミットを作って、横のつながりを持って、なんとかその志を持ってる女の人たちが辞めなくて済むように環境を作っていこうっていうのが、やっぱ新亀さんたちの影響が大きかったんですよ。志はあるのにこの業界を去らなければいけないとか、もうダメだ、もう一人で悩み込んでダメだったわって思うようなことがあったらぜひ女性サミットにアクセスしてくださいね。はい。近々に何かこうリリースされるお酒とかはあります？なかなかこの時期できなくてですね。そうやね。そう最近去年出したブラックルミコが、チャラいですけどまあ、アイスクリームにかけて食べてもらおうかこれ。何がいいってコーヒー豆がいいので、はい。もう津市にある富士コーヒーさんっていうところが水出しコーヒー用の、コーヒー豆を4種類組み合わせて、で自家焙煎をしてくれて、でこれを純米酒に漬け込んで作った意外と今話題のお酒になってます。これはあんまり出回らないかもわかんないんですが、うちがまあせえへんことやったんですが、上の穂っていう酒米を使って、で三重県酵母でっていう一応そういうオファーがあったがために作ったお酒ではあります。でうちのラインナップとはちょっと一線を画した味わいにはなってるんですけど、そのルミ子の酒花房とはちょっと違うタイプだなと思って飲んでいただいても、はい、
結構でございますね。なんかもうちょっと作ってらっしゃる数少ないんやったら、探してゲットですね。見つけたらすぐゲットみたいなね感じでね、臨んでいただきましょう。はい。いや今後はでもねなるべくお米を本当に、志のある農家さんとかしっかり顔の見える農家さんにできれば山田錦と伊勢錦をもうちょっと増やしていって、でその比率を上げていきたいなっていうのは目標です。であとは野望としては、ヤマハ生元をちょっと増やしていきたいなっていう、野望はありますね。地元のお米、それからもう自然発酵のお酒っていうのを比率的には増やしていきたいっていうのが今もっての野望です。はい。もう山田錦も伊勢錦も、この辺りで無農薬で育ててっていうとこですね。交互期待。交互期待ですね。本当にここからどうなっていくのか、先のことは見えないですけれども、今もって私の野望がどこまで反映されるかみたいな感じです。きっと叶います全部。はい。もちろん。暮らしに寄り添うお酒ですよね。はい。インマイライフなお酒造りをされる森木酒造場さんで、レジェンドルミ子と乙女トークをお届けしました。今日ルミさん長いことありがとうございました。すいませんすいません。今日この取り留めのなくまとまりもなくごめんなさい。どうもありがとうございます。ありがとうございました。